この動画はサマータイヤのテストで1位になったハンコックを実際に買ってみて、本当に良いタイヤなのかを確かめてみようという企画です。ヨーロッパで最も信頼されている評価機関が発表したタイヤの性能ランキング2026アウトビルトサマータイヤテストを見てみたところ、なんとハンコックが堂々の1位になったという情報が入ってきたのであった。日本のブリヂストンや横浜タイヤの評価をはるかに上回り、さらには完全ホームである欧州勢のミシュランやピレリオも差し置いてである。詳細な評価項目を見てみても、ドライとウェット両方の走行性能がトップクラスで評価された上に、快適性、寿命、コストなどあらゆる項目でもトップクラスの評価を勝ち取ったのであった。そこでそれほど評価が良いのであれば、実際にハンコックのタイヤを買ってみて、その実力とやらを体感させてもらおうじゃないかということとなった。果たしてハンコックは本当に性能の高いタイヤなのであろうか。はったりじゃねえぞ、大胆素敵なやつ、ハンコクは。ところで皆さん、タイヤの銘柄によってどれぐらい価格差があるかご存知でしょうか。せいぜい1、2万円でしょという感じでしょうか。実は7から10万円は差があります。何？ Y の BMW F30 のタイヤサイズを例に、価格コムで日本国内の最安値を比較してみたのがこれです。ブリヂストンポテンザスポーツ、フロント24,800円、リア35,100円。4本で119,800円です。もし S007E にすると15万円になります。そしてパイロットスポーツ5の場合は、フロント26,400円、リア41,200円、4本で135,200円。横浜アドバンスポーツは、フロント25,300円、リア35,285円、4本で121,170円。という感じで、大手であれば12万円から15万円程度という相場です。一方、ハンコックの場合は、フロント11,150円、リア14,550円、4本で51,400円です。大手や国産メーカーより10万円近くも安いんです。逆に言うと、大手や国産を選ぶことは、10万円多く課金しているとも言えます。ということで、大手や国産に10万円余分に払う価値は本当にあるのかという視点でも、この後を見ていただければと思います。前のタイヤはミシュランのパイロットスポーツ4を履いていました。冬はスタッドレスを履いているので、7年ちょっとで約5万キロ消耗しました。このタイヤは走行性能は高いけど価格も高い。静粛性はあまりないという感想でした。ハンコックの新品タイヤはネットで購入して、タイヤ取り付け店に送っておきました。取り付けはいつものタイヤフィッターさんにお願いしました。15分ぐらいでサクッと完了。すごいね。そして、新しいタイヤで帰ろうとしたら。何これ？交換した瞬間の Y のファーストインプレッションは、ちょっと柔らかいのかな。でも明らかにめちゃ静かです。時速 50km で走った時の音の比較はこんな感じです。新品と使い古したものの比較で参考にならないかもだけど、今までで一番静かになったというのが正直な感想です。柔らかいというのはもしかしたら静かだからそう感じるだけかもしれないので、とりあえず一皮むけるまでは何とも言えないし、経過観察としました。そして時代は流れる。500km 走行して一皮むけました。柔らかいかなという感覚は消えました。もしかしたら慣れたのかもしれませんが、路面インフォメーションはちゃんと伝わってくるので、全く問題はないです。音でインフォメーション拾ってた人は少ないと感じるのでしょうけど、振動はちゃんと伝わってくるので、合格です。そして、雨の新東名で、時速 120km 制限の区間を走ってきました。
ご覧の通り、全く問題なく安定して走行しています。静かになったので、疲れにくくなったというメリットが出てきました。そして、伊豆の峠も走ってきました。ご覧の通り、大雨で路面はヘビーウェットです。ところどころが川となっている状態で、最悪です。ただ、不思議なことにスイスイ曲がっていくんですよね。少し柔らかいかもという恐怖感から、恐る恐る曲がってみるんですが、ノーズはちゃんと入るという、今までにない不思議な感覚に襲われます。ドライもウェットも、ハンドリングで1位だったのは、納得ができる気がします。本当かな？ということで、走行性能は前評判の通りで問題点は全くないと思います。強いて言うなら、音のインフォメーションが絶対必要な人には物足りないかも。そういう人はパイロットスポーツとかが合ってると思います。そうじゃない人はこれで十分だし、何より静かで快適になるという満足感が得られると思います。いやいや、限界性能が大事なんじゃよ。そう思われる方は、前回動画のタイヤテストをご覧ください。急ブレーキ、サーキット走行など、数値で比較されていますので。個人的には、タイヤは見た目も重要だと思ってます。ドレスアップという一面もあるんじゃないかと。これはリアですが、サイドウォールが気持ちぷっくりしているようにも見えます。前のパイロットスポーツは直線的で好みでした。あと、ハンコックという文字がもっと小さいとありがたいかと。全体的にスポーティーな感じは少し薄い印象です。ちなみに、新世代は発売されたところですがリアはまだサイズ展開がなく、やむなく前世代の K127 です。一方フロントはこんな感じで、こちらは新世代の K137 です。リムガードがしっかりあって、Y の好みです。デザインもこちらは少し改善されたように感じます。でもやっぱハンコックの文字は抑えめにしておいていただきたいですね。ブランドがないならロゴや半端なデザインは極力排除してシンプルにしてくれというのが Y の考え方です。リアのトレッドデザインはこんな感じです。外側のラインのデザインが特徴的ですが、これがウェット性能を高めているそうです。このトレッドデザインは結構悪くないと思ってます。一方フロントはシンプルです。どことなくパイロットスポーツと似ているような気もします。こっちのデザインになって変摩耗が抑制されて、さらに寿命が長くなったそうです。走っていて違いはわかりませんが、消耗しやすいフロントの寿命が長いのはありがたいです。トレッドデザインは総じて Y の好みなので不満はありませんが、サイドウォールはシンプルにしてくれというのが Y の感想です。Y が答えられる範囲で、使ってみた感想や考え方をお答えします。新品のうちはみんな良いのよ。重要なのは摩耗しても性能を維持できてるかどうかよ。はい。Y もそう思います。ただ、摩耗後のテストがこの世に存在しないので、寿命の長さで推測するしかないかなと思ってます。寿命が短ければすぐに性能が落ち、長ければ落ちにくいぐらいかなと。ちなみに、Y がハンコックを買ったのは安いからというのがそこそこ大きいです。つまり、安いなら消耗して性能が落ち始めたらまた買い替えやすいということです。ハンコックは半値ですし、テストでは寿命が56,000km もあったので、そこは結構楽観視してたりはします。前回パイロットスポーツを履いてましたが、高くて良いので長く履こうと、限界まで使いたい心理が働きます。それもあまり良くないかなと思ったりもしました。使い古したパイロットスポーツより、新品ハンコックが100億倍いいからです。タイヤテストでハンコックが1位だったことについて、ハンコックが一方で、ハンコックのベンタスエボは安くて良い走りができるのは有名。昨今ウルトラハイパフォーマンスウルトラハイパフォーマンスクラスのタイヤは韓国勢が強いです。という意見もありました。まだブランドが浸透していないので当然ですね。ちなみに、ハンコックは BMW やアウディ、ポルシェ、トヨタなどで新車装着されているタイヤのメーカーであるとご存知でしょうか。さらには、メルセデスではS クラスや AMG GT に採用されているとか、ワーゲンではゴルフ R にも採用されているとか、つまり、メーカーの一流テストドライバーがテストして採用しているので、性能については申し分ないということでしょう。テストドライバーを超越する人ならまだしも、
Y のようなど素人が性能について、いくらハンコックをネガティブに言ったところで説得力がないというものです。ここまでいろいろと言ってきましたが、レビューのまとめです。ハンコックベンタスエボを一言で表現すると、転がし最強タイヤです。コスパ最強なので、距離を乗る人や、性能は妥協せずに安く乗りたい人には最適です。一方で、ブランド力はないので、所有満足感や高揚感などが欲しいという方は、プレミアムブランドのタイヤを買いましょう。でもそれは、高揚感が10万円することを意味しますが、ちなみに、Y の BMW F30 は距離も乗るし荒れた道を走ったりもするので、性能と静かさと価格という面で大満足です。なんといっても性能はプレミアムタイヤを上回ってますので、だから5年後も同じ性能と価格差なら確実にリピートします。でも、値上げして価格差が数万円程度に縮んだら選ばないです。それは、所有満足感や高揚感が2、3万円で買えるならありだと思うから。これは結局のところ、何を求めるか次第だということですね。Y も911のような車はコスパじゃないので履くことはないでしょう。皆さんの自分の車に合ったタイヤは何かを考える良い機会になれば幸いです。皆さんはどのようにタイヤを選ぶのか、ぜひコメントで教えてください。そして、このタイヤで気になることは、摩耗が進んでも変わらないかということ。耐久性はあるのか、時間が経ったら劣化するのか、そのあたりもレビューしていければと思っています。今後も気になるという方はチャンネル登録してお待ちください。この動画が参考になったら、いいね、はいとチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。